毎度すす殺しの北川です。今回ですね、福島県にやってきております。今回ご紹介するお車はこちらです。今回のお車のオーナー様であります押田運送ミスター X 押田社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様明けましておめでとうございます。ね、新年一発目ですよ。はい、やっと撮りたいお車が撮れるんですけども、このお車ミスター X とある作品に出られてたと思うんですけども、僕の名付け親のね方も乗られてたんですけど、どういった作品に出てたんですか？デコトラの衆ですね。デコトラの衆、はい、皆様ご存知だと思うんですけども、あの作品の相川翔さんがそうですね乗られてたお車ですよね。このお車って、型式的にはどういった形式なんですか？三菱スーパーグレート。スーパーグレートですよね。スーパーグレートの平成10年式。平成10年式、原型がまずそもそもないんですよ。まあね、全然ないんですけども、どういったコンセプトでこう作ってこられたんですか？はい、自分が、ドライバーになった時が大体大型ドライバーになったのが昭和何年かな、38年前くらいなった時、一番最初に乗ったのがこの三菱の FU だった。もう40年近く前ね。FU ってあれですよね、一番星じゃないですか。そう一番星と同じ型を乗ってた。この型にまず乗ってたの。乗られてた。でも結局その当時ってあんまり飾りもね、できなかったのよ。だから結局それやりたいなっていうのの集大成が今来たっつうか。僕ね、むっちゃ疑問に思ってて、いつか聞いてみようと思ってたんですよ、社長に。なんでお車のニックがミスター X なんですか？これがね、ミスター X ってプロゴルファーサルドがさ、プロゴルファーサル、懐かしい漫画ですよね。タイガーマスクとかさ、タイガーマスク、そこにミスター X で出てくるのよ。謎の男なの。謎の男なんですね。謎なの。で一番私このデコトラやって、こんな会社ではね飾ってなんだって言ったら、自分個人のトラックってそんな長くないんで、審査員後なのやるようになったのね。で結局この車を乗ってなんか社長乗ってるよっていう分かられるのが嫌だったの。謎にしたかったの。謎の男だからミスター X ってつけたの。でも1週間でバレたけどね。1週間ですか？早すぎじゃないですかそれ、社長。1週間で、あれ社長だねってバレちゃう。バレちゃったんですね。他にも気になるところがいっぱいあるわけですよ。まずここですね。ところで君は誰かね。
で「I love リーゼント」で上の方には「できんのやれんの走れんの」ってね書かれてるんですけど、これってどういう意味なんですか？これ全部俺の口癖なの。そうなんですか？それがドライバーが俺の口癖をステッカーにしたのよ。おめえできんのかとかやれんのかとか走れんのかって言うわけよ。ああ、そういうことですね。俺が会社やってる頃ね。はい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 。そしていやまだ社長の口癖始まったよっつってそれをステッカーにしたのよ。あ、じゃあこれまあとりあえず入れっかっていう感じ。アンドもなんですけども、いろいろ面白いなと思って、縁が全部赤やないですか。で、中が全部黄色やないですか。これなんでこういう風な仕様にされたんですか？これマーカーランプも黄色で、文字も黄色なんですけど、やっぱり全部これ玉なんで、だからやっぱり待ってください。これ LED は使われてないんですか？ほぼ。ってことはもうほとんど電球ってことですか？電球なの。結構黄色でやって、黄色でミラーでしょこれ。はい、ミラーですね。黄色とミラーでやって、遠くから見るとこれとこれの混ざっちゃって、なんつうのメリハリ出ねえんだよね。ああ、そういうことですね。メリハリ出ないからここに赤い藤をこう入れた。そうするとメリハリ、昼間見でメリハリ出る。ああ、なるほど。夜は黄色くパッ、だから黄色が無敵だと思ってんだよ俺。あ、なるほど。社長 LED に数くらい無敵だと思ってる。じゃあ電球で勝とうと思ったらもう黄色が最強なんですか？黄色が最強だと思う。なるほど。それで黄色結構多く使われてるんですね。ピンからキリまでってね、フロントスクリーンに書かれてると思うんですけど、これどういう意味なんですか？こうピンからキリまで。花札をモチーフにしてんで、ピンからキリまでっていうのもこれ花札言葉なの。あ、これ花札言葉なんですね。ピンが1月で、キリが12月だから。そういうことか。ピンツの1でしょ。1月。ピン。キリってのキリ12月のキリだから。その意味なんで。そういうことか。その箱だったりとかもそうですけど、花札をあしらわれてるじゃないですか。花札にした理由って何なんですか？花札ってこの編んだ下のうちの嫁なんだけども、花札がいいじゃんって。その花札ってこれ何っていう現代の我が物って分かんないじゃん。ごめんなさい。全然存じ上げないです。ね。全然分かんないです。こういうのはちゃんと日本の文化なんだよっていう。ある意味レトロなのよ。もう分かんない人多くなってきちゃったの花札ね。そうですね。全然分かんなかったですね。じゃあそれをモチーフに結構されてる。そうですね。でこれね、やっと降りてまいりましたよ。やっとですよ。はい。こちらのヘッドライトグリルなんですけども、これはどうやって手に入れられたんですか？これはオークションで。オークションで。取りました。取って結局これドブ漬けのメッキかけで再生したんですね。じゃあこれはリペアをされたんですね。綺麗に直して。ところがここのライトのあるでしょ。ライトの奥がこうこういうふうに出てんのよ。そうするとズボーンってこう入れるとここ飛び出っちゃうのよ。と後ろの当たってラビンの奥を掘ってほじくって。掘ってってことはもう切っちゃったってことですか？切っちゃった長板金でこう入る分奥に入れたのよ。入れちゃったんですね。この純正の部分をね、鉄板を掘り下げて入れたの。ドンとでドンとつけられたんですね。ドンと入ったのよ。そうするとここにスーパーグレートってこっちにウォッシャーとこっちにサブタンクついてるんだよ。どうしてもこれ干渉するんだよ。ここまで来てっから。だからここにこう移設したの。この裏にバンパーの裏に下側に。ザーグレートはここについてるね。ザーグレートまでは。本当ですか？ここにサブタンクであっちがウォッシャー液入ってる。本当だ。入ってますね。でもう工夫をしてじゃあこちらはだからほぼパネル上げることないよね。もうこれもうじゃあ下側で全てが完結するよ。メンテナンスはできるっていう感じ。なるほどですね。でこれね憧れのこのウィンカーなんですけども、ウィンカーもこれ手に入らないでしょ？だって入んないのよ。これもオークションなんだけど、もう押すよ俺は。押しちゃうんですか？どんどんもう曲げねえくらい押すよ。もう欲しいものあったら絶対で。最初この前はここの後期タイプでここのとこがあれだったの。クリアだった。そうですね。後期はこれクリアで、前期があれですよね。なんか一体式にブラックマスクはここだった。ただ初期型はこれだったの。オレンジなんですよ。いやもうすごかったよね。感動したよね。これ出た時はオークションで。
半端なかった。もうこのもうアドレナリン出まくりっつうかさ、出まくりでもう押しまくってたわけですね。押しまくってたから最初からもうドカーンって入れちゃうもん。もうドカーンっていっちゃったわけですね。誰も負けてよくないドカーンところが誰も追っかけにかったさ。本当ですか。安く旗棒のこの上にもこれがいわゆる花札ですよね。うん、これ花札でこれを貼られてるんですか。これは貼られてる、貼ってる。本当はここの中に電気入れて照らすかなと思ったんだけど、はい、ちょっとくどいかなと思ってね、そこまでやったらっつって、ただここはもう普通に貼ってるだけ。なるほど、シールみたいな感じで貼ってこう。花札って 4種類あるのよ、この1月のこの花札も4種類ある、4種類ある、それが12まで、はい、そうすると48あるですよ。はい、このやついろいろはこうあるけど、この車全体に全部48入ってる。もう全部じゃあ入ってるんですね、花札が。じゃあいろいろ、じゃあ皆さんミスター X を見られた時にはその48枚ぜひ皆さん探してみていただけたらと思います。ここかな、あそこかなって言いながら、それも面白いですよね。こちらエンジンのお名前なんですけど、これ V8、8DC11、これ名機が載ってるわけじゃないですか。もともとはこれ2代目なんだけども、最初初代がハイルーフで、2代目でこれロールーフのシャーシがたまたま見つけたのよ。あったんですか。それもエアサスの V8-8DC11 なんて奇跡の車が20万キロくらいのあったのよ。20万キロ全然走ってないじゃないですか、社長。これ買ったと思って、買ったら初代の方はもう120万キロ飛んでたんで、もう現役で走ってた車なんで、もうこれもう箱の世界。そうなんですね。 8DC シリーズっつったらもうFU、モロ FU だから。モロ FU の後継機ですよ。もう最終型11。なるほど、そこまでの。だからこれももうその時もアドネラリンだね。うわ 8DC ってなかなかねえからさ。このお車ってスーパーグレートですよね。そうですよね。間違いないですよね。窓枠ってこんなんでしたっけ。いや、スーパーグレートは斜めにこう、普通にこうウィーンって上がってウィーンって下がる。首長のこれ手すり、こちらの手すり、これをつけたいのに、これが柱がねえとダメなの。そういうことか。これ作ったんですか。スーパーグレートのドアなの、これは。いや、ですよね。僕もしかしてドア変えられてるのかなと思ったんですけど、スーパーグレートのドアで、これ後ろ見れば分かんないけど、いいですか。うわー、すごっ。この平らな部分とこの部分、なるほどですね。こうってつけた竹なんだけども、ここ見るとこっち側はアクリル貼ったんですね。そこはアクリル貼られてる。ブロンズの。これ例えば、これ下げるでしょ、これ。なんかここだけ下がってるように見えます。見えます見えます。全然こっち下がってるように見えなかったです。だからこれ裏。本当だ、下がってる。これ。目の錯覚で。ここ。もう確かにここの縦ラインだけがなんか下がってるように見えたんで、三角窓はついてると思って、結局この手すりのため、この手すりのためだけに作られたってことなんですね。どうしてもこのじゃあこれも憧れだったの。これいいなって、こう手すりついてる人こうキュッてこうやった時かっこいいなって、いいなって。確かにかっこいいですね。こちらの横の絵、これね、皆様結構ステッカーだったりとか持たれたりとか、この文言をね結構覚えられてる方がいらっしゃると思うんですけど、街道神器ドドンって書いてるじゃないですか。これ社長、街道神器にした理由だったりとかってあったりするんですか。街道神器ってどういう意味だって思う人いるかもしれないけど、街道神器っつうのは、街道っつうのは国道、道、神器っつうのはお控えなすってでしょ。お控えなすつうことは譲り合いの精神なんだよ。街道で神器、どうぞどうぞみたいな、それを街道神器って、ちょっと硬派なイメージだけど、結局は街道神器っつうのはなんか作ったような文言なんだけど、結局そういうことなの。ということは、みんなで譲れをしましょうねっていう意味合いだったりとかって俺は解釈してるけど、個人的にね、俺はそう解釈して。
運送会社をやられてて、うんまあそれはもちろんお父様の代からなんですけど、え何年ぐらいやられてるんですか？いや親父の代含めたら創業60年くらい、ね、60年、創業60年の、先代の社長っていうのは、まあ、平ボデ専門だったんで、はい、平ボデでそこのバラで魚積んだとかそういうとか一般貨物とかいろんなことをやりながら、でもやっぱし俺も水産っていうのがやっぱしなんつうのかな、思いが強くて、水産っていうのはなんか憧れとかなんかあったのかな、だからやっぱりそれを追っかけるようになったよね。自然にこういう冷凍車に変わっていったっていう感じで、社長これダブルマフラーにされてるってことなんですね。でこちら結構パイ数だったりとか、大きかったりとか、これよく中を全部見てみるとフルステンで作られてると思うんですけども、なんていうのかな、音質とかなんとかっていうより、いかに長持ちするかっていうのを考えてるの。あ、なるほど。いかに長持ちするか、ボロボロになっちゃうんだよね、太鼓って結構。はい、だからなるたけもステンレス使えるとこは全部ステンレスで使ってっていうのが、ただいろいろマフラーこだわってねやってる人もいるけど、そこまで俺はあんまし考えてないね。そういうことなんですね。ちょっとぜひ聞かせていただきたいんですけども、いいですよ。今いいですか？聞かせていただいても。お、開いた。音する。めちゃめちゃ泣きおるやんこれ。ありがとうございます。もう最高です。最高です。ありがとうございます。めちゃめちゃええ音する。めちゃめちゃ泣くやないですか社長。これちょこっといじくってもらって。じゃあ太鼓もじゃあ結構変えられて。太鼓は TXTY なんだ。TX と TY なんですか？ TYTY じゃない理由ってあるんですか？ TYTY だと高速に乗った時音消えちゃうんだよね。ピューってなっちゃうってこと？ピーってなっちゃう。ハウリングみたいな感じになって同じ太鼓だから、V8 なんで44で来て、でピーってなっちゃうんですよ。あと太鼓ちょっと違くすとこうビラ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 ってくる。そんなにバーって叩かないけど、でも TX とTY で、まあそこをちょっとほら TY って4トン2トン用だから、ちょっと加工してもらって、そうやって大型でもこのパイ数でドーンとくるようにもう入り口出口太くした。はあ、そういうことだったんですね。むちゃくちゃええ音しましたね。テールなんですけども、これずらーっとヤンキーちゃんがドン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 って並んでるんです。それもこのヤンキーテールっつもねえんだよね今ね、本物が。ヤンキーはもうレプリカというか復刻されてるやつはあるんですけど、これもダメなんだ、水ジャバジャバ入っちゃって。でこれはたまたま私の知り合いが持ってたの。持ってたんですか？新品を。それを譲ってもらった。これもね本当になくなってきたよね。もうないっす。チェリーとかヤンキーとかね。チェリーヤンキーもないっす。ガチチェリーとガチヤンキーもうないんすよ。これ吐きだめの鶴って書いてるじゃないですか。これどういう意味なの？吐きだめの鶴ってトラック野郎の第3作なんだけども、そこに出た釧路の食堂の名前なんです。確か釧路港の吐きだめの。そうなんです。海や達音が出て。それカムチャッカのやつじゃないですか？カムチャッカのやつ。そこの食堂の名前が吐きだめの鶴なんだけども、常にこれなんか別なのに交換しようかなと思ってるうちに、俺って案外思いっきりガラッと変えちゃうのもやろうかなと思うのね。ただこの車ってプラモデルになっちゃったんで。もうなってます。今発売されてますから、プラモデルでね。だからそのプラモデルになっちゃって、そのモデルの人がなんでこれここも変わっちゃったってなるでしょ。そうですね。確かにアンドンの文言とかも全部同じに作りたいんですよ。プラモデルを作ってると。だから変わったらまたそこも変えないといけないんですよね。最初ハイルーフだったんですねこれ。ハイルーフからロールーフにいきなりドーンと変えた時なんて、みんなしてモデラーの人ハイルーフロールーフに直してなんかデッキつけてやってたよ。なんかみんな好きな。絶対そうなりますもんだって。だからなるだけこのオリジナルは残しつつちょっと増やしてみるかなって感じ。なるほど。ちょこちょこ増やすっていう方でね。助手席側なんですけども、これバッテリーこれ何個ついてるんですか？これトータル8個。8個。これ電気は追いつくんですか？
まあ90アンペアのダイナモはついてんだけども、はい、その90アンペアのダイナモでまあチャージしながら、まあ電気って言っても全部玉なんで、多分これ全部全開にしてリレーさせながら5000ワットは食うんだよね。5000ワットも食うんですか。だから結局バッテリーパワーをチャージを常にしなきゃなんないから、充電器で追い充電をしてるっていう状態なんだけども、まだ別な計画があるんだけどね。今後はまだダイナモもう1機つけるかなと。もう1個つける。もう1個つける。この計画はすごいよ。誰も多分やったことある人いるのかな。冷凍機あるでしょ。冷凍機ある。冷凍機普通のサブエンジンの冷凍機。あります。冷凍機のエンジンあってコンプレッサーあって、そのコンプレッサー外してそこにダイナモをドーンってつけてプーリーでぐる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 ってやったらダイナモチャージできる。確かにね。確かに。これ大丈夫ですか。これ動画出ちゃいますよ。この案出ちゃいますよ。いいんじゃない別に。やりできる人やればいいんだから。本当ですか。かっこいいっすわ。別に隠すことでもねえし。それもいいんじゃね。なるほどですね。だからそれは今作ってるとこ。そのサブエンジンをそういうイジンを作って、そうしたらばもう電気はもう無敵だよね。常に全開っていう感じ。じゃあそういったところも今後改良されながら作られていくってことなんですね。ですいません、ちょっと社長ね、どうしてもなんですけど、多分箱の中はエコトラの週で相川翔さんが取材もしちゃってるわけじゃないですか。それは多分皆さんそちらを多分今見られてると思うんですよ。いいよ。いいんですか。いいんですか。大したキャビンじゃねえけどさ。見させてください、ぜひ。いいですか。ありがとうございます。助手席側の方から拝見させてもらおうと思うんですけど、失礼します。社長、こちらの生地なんですけども、これの生地は何柄を貼られてるんですか。これは、あれはね、花かごワイン。ワインの花かごをじゃあ全面に。で、なんか僕ここから見てるとなんですけど、若干なんか低いような。ここは昔の FU っていうのは、例えば一番星見で分かる通り、ロールーフなんかすごくこういうふうになんか高く見えるんですね。高く見えるよね。ハイルーフ、今のハイルーフってオールフラットにしても、例えば後ろのベッドにスペースにやってもこう首かしげてみないと前見えないくらい上がっちゃってるでしょ、高さで。床が高いんですよ。どんどん上がっていっちゃって、フロアが。元はフロア低いんですよ。そのフロアの低くどこまでも追求したくて、もうマックスまで下げたんですよ、ここ。本当だ、ここ下がってますよね。へえ。下げてそこに畳上に畳引かれてますよね。まあ今後なんだけど、そこにボックスついてるでしょ。ついてますね。そこは心臓部があるのよ。パワーリレーボックスがあるのよ。どうしてもここを残すしかなかったんでそこ残したけど、そのやつを動画に移設するような計画があるけど、全部バーッと平らです。じゃあもう今後はバーッとあっちまで平らになる可能性があるってことですか。多分これ普通のフロアから8センチくらい下がってるよ。8センチも下がってるんですか。下げだからダーッと。この低さが欲しいのよ。フロアの。なるほどですね。じゃあそういったところも考えられて作られてるってことですね。気になる運転席側なんですけども、無線機ですか。無線。結構マイクがいっぱいあるんですけども。無線マニアだったからね、昔ね。無線マニアだったんですね。結構ね。まあ今は時効だからだけど、違法無線だよね。CB 無線。CB 無線。それがものすごく矛盾になった時期あるのよ。車の飾りはできなかったけど、もう無線だけは矛盾な時期あったの、若い頃。でもこっちについてるやつはあるよ。こっちについてるやつは外部。拡声器。外部スピーカーっていう感じで使って、こっち側にある上ですよね。あれは使える。そのままの無線だよ。あれ使えるんですか。使える。パッと見CB 無線だよこれ。本当ですか。じゃあそれ乗ってるってことは送信できるよ。いけるんですか。これだってあれだもん。本当だ。許可書が。ある。28メガっていうやつでちゃんと許可取ってある無線機なの。ってことはごめんなさい、勝手な僕は思い込みだったんですけど、バイザーの上にこれアンテナ立ってるじゃないですか。これつながってる。
これも物語あって、物語あるんですか。このアンテナね、はい、こちらのアンテナ、このアンテナっていうのはその CB 無線流行り始まりで、この注射器タイプっていうのは流行ったのよ。あ、じゃあこれ注射器タイプっていう注射器みたいな形してんのこれ、はいはいはい、センターローディングのね、この注射器タイプっていうのが流行って、このアンテナがどうしてもつけたかったのよ俺。昔のダミーじゃ嫌だったんだよ。もう今もう皆さんダミーですからね、アンテナは、ダミーじゃなくてちゃんと送信もできて、そんで違法無線じゃなくてっつって、そのためにその昔の無線機をそのアマチュア無線にやってくれる業者があるんですよ、北海道に。ちゃんとその規格に入る無線機を買って、アマチュアの無線の免許も取って、免許を取られて誰にも文句言われねで、パッと見 CB 無線がついてるんだ。まあアマチュア無線。はあ、いやっていうかアンテナ1本のために社長そこまでします？普通やりすぎでしょ。だって結構神経質なんで結構やりすぎですもん。だから了解ってできるこれ。本当ですか？でも28メガでやってる人もいるよ。あ、いるんですか？いる。あ、じゃあまだつながったりとか更新が全然普通にできたりとかするんですね。するよ。でもやんねえけどむちゃくちゃ面白いストーリーありますよね。ちょっと僕乗ってもいいんですか？いや、いいんですか？俺のこだわりじゃねえけども、普通みんなここシャンデリアやるじゃないですか。リンゴ型だったりとかいろいろされますよね。あえてこれなの。あえてのこのガラスなんですね。このやつってよく家庭用の玄関の上にあるような昔つけてたよね。ああ、つけてました、つけてました。このやつが流行ったのよ昔。あ、そうなんですね。俺も憧れてたのこれ。これをシャンデリアって言ってたの。ああ、我々の時代。今のジャーってついてるのもいいんだけど、これが好きだから。なるほどですね。確かにかっこいいですもんね、レトロ感があって。後ろ側はなんか障子があるんですけど、それは行き来的だけど。あ、なるほど。背抜きをされてるからこの中から行き来を。まあいいよ、開けても。いいんですか？失礼します。うわ、すごいよこれ。部屋になってますね。もう本当に動画で紹介されてたまんまですね。動画の時はこたつなかったけどね。あ、本当ですね。あと社長、これ2段ベッドってありましたっけ？2段ベッドあの時あったかな。あの時なんかずらーっとなんかスーッとしてたと思うんですけど。2段ベッド。だから4人は寝れるっつって。すごいですね。もうじゃあご家族皆さんだったりとか従業員の皆さん来られても安心ですよね。もう全然。はあ、なんか宴会できそうですよね。はあ、すみません、ありがとうございます。もうあと多分室内だったりとかは、相川翔さんの方が紹介されてると思うので、ぜひそちらの方を見ていただけたらなと思います。すいません、なんか貴重なお話だったりとかいろいろ聞かせてもらってありがとうございます。すいません、社長、本日ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。感動ですね。はい、僕の名前のね、相川翔さんがね、映画で乗られてたっていうだけでも感動なんですけども、実際こういろんな工夫だったりとかいろんなお話をお伺いできて非常に勉強になりましたし、非常にいい映画撮れたんじゃないのかなと思います。このチャンネルがですね面白かったなと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本年もお願いします。また見てください。ほなバイバーイ。